皆様、こんにちは。進行を務めさせていただく東京堂営業部の加藤と申します。よろしくお願いいたします。今回はグッドコンディション&ライフロンガー鮮度保持剤を使った効果的な花のケアと題しまして、鮮度保持剤、栄養剤の正しい使い方、それとお花の日持ち全体のことについて、札幌のフルーロン花科ドクトル薄木こと薄木武智先生をお迎えし、お話を伺ってまいります。まずは今回ご登壇の薄木先生のプロフィールをご紹介いたします。株式会社花科の代表取締役であり、札幌で青果店フルーロン花科を経営されております。詳細は今画面に表示されておりますテロップ、こちらにてご確認くださいませ。それでは次に今回のプログラムについてお知らせいたします。今回東京堂では今年2月から4月にわたって全国の青果店様を中心に鮮度保持剤、栄養剤に関するアンケートを実施いたしました。今回ご協力いただきました皆様には改めて感謝申し上げます。第1部ではこのアンケート集計結果をもとに鮮度保持剤、栄養剤に関するお話を薄木先生にお聞きしていきます。第2部ではフルーロン花科様の店内のご紹介とともに、ご自身のお店での鮮度保持での取り組みや水揚げのノウハウなどを伺っていきたいと思います。そして最後に事前にいただいたご質問などから鮮度保持剤に関する疑問、質問をぶつけてみようかと思います。以上の計3部構成という内容の動画です。それでは早速薄木先生にご登場いただきましょう。薄木先生、よろしくお願いいたします。はい、今日はよろしくお願いします。本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。早速なんですけれども、今、青果店様を取り巻くこの環境についてお話を伺いたいんですが、よろしいでしょうか。そうですね。はい。コロナとかいろいろな問題が発生して、どこのお店も大変だと思うんですけど、我々お店にとっては一番困っているのは今やっぱり生産者が非常に減ってます。はい。それで、入荷自体も減っているので、これはいろいろな問題があると思うんですけども、コストがやっぱり、生産コストが非常に今高くなってるんですよね。特に肥料とか、その辺の問題がとてもあって、僕らはいろいろなことをちょっと問題に感じていますね。で、また、輸入もですね、同じく入荷量が減ってるんですよね。はい。で、この問題はちょっとしばらく続くような感じが僕はしています。で、当然のごとくお花屋さんも大変で、もう資材も花もコストがどんどん上がってますから、利益が取りにくくなっているっていうのがありますね。で、そうすると、物火とかにもお花がやっぱりある程度入れなきゃいけないものですから、ある程度、なんていうのかな、蓄えなきゃいけない。そのための品質、いい状態で蓄えるっていうのもそうですし、少ないお花でお客様にいいお花を提供していくためにも、改めてこの品質をなんていうのかな、良くしていくっていう努力が必要じゃないかなというふうに思ってます。はい。ありがとうございます。さて、今回我々は今年2月から4月にわたり、全国の青果店様を中心に鮮度保持剤、栄養剤に関するアンケートを実施いたしました。その中でいくつか先生にお聞きしたいことが出てきましたので、質問させていただきたいと思います。まず、今回のアンケートで鮮度保持剤を利用している方の割合、使っている方、それが約8割。それに対して使ってない、または使っていたがやめましたというお答えいただいた方、それは約2割。はい。予想していたよりも利用している方が多いと感じました。その点に関してはどう思われますか？いや、正直驚きましたね。かなり多いなと思いました。僕20年ぐらい前に、クリザールさんというメーカーさんの当時の社長さんにお話を伺ったときに、大体青果店の3分の1、使えばいい方じゃないかって当時言ってたんですよ。で、現実、当時はあんまりお店で使ってらっしゃる方少なかったんで、そういう状態が続くのかなと思ったんですけど、今回のデータは非常に驚いたんですが、このアンケートにお答えくださる方が前向きな方が多いと思うんですよね。で、実際に品質とかも意識が高かったりする方が多いので、結論から言ってこういう結果が出たのかなと。ただ僕としても非常にね、こういう結果が出たの嬉しいなというふうに思ってます。はい。ありがとうございます。はい。私、営業としても青果店様とお話しする際、そうした取り組みとか意識、そういったものを結構感じる機会が多くあります。はい。さて、
使っているとお答えいただいた方の中で、実際に効果を実感しているとお答えいただいた方がそのうちの4割でした。他約6割の方が昔から使ってる。もしくはメーカーさん、代理店さん、そういった方に勧められたから今も使っているとお答えいただきました。実際に記述の回答ではなんとなく使っている。そういう回答も多くございました。また使ってない方の理由の第3位にも効果が実感できないとありました。この回答を受けまして、もしかしたら鮮度保持剤の使い方、本来の使い方、そういったものが伝わってないんじゃないか。そう我々感じたのですが、それについてはどう思われますか？そうですね。とても大事な部分だと思うんですよね。例えばですけど、皆さんなかなかお客さんの立場で考えにくいと思うんですけど、買ってきたお花が3日しか持たないお店と、1週間持つお店とどちらを買うでしょうっていうのがまずとても大事なところで、花店でやっぱりきちんとしたその品質保持の使い方、それからお客様にもお勧めして使っていただく、これをね、リレーできちっとやっていくとですね、お花ってめちゃめちゃ持つようになるんですよ。で、多くのその違いをですね、お店の方でもしかしたら認識してないんじゃないかなってちょっと思うんですよね。で、正直お店では忙しいので、そんな暇ないよと。テストしたり何年する暇はないよと思ってらっしゃるかもしれませんけど、できればですね、その切り花栄養剤を使ったやつと使ってないやつ、これを見比べてみて、お店で実際に見比べてみて、それで違いが結構分かってくると思うんですよね。で、これやっていくときに、ちょっとイレギュラーで変わらないんじゃないかっていう時があるんです。で、今日そのお話後半でさせていただくんですけど、切り花栄養剤っていろいろあって、その中にはそのお花に適しているのと、そうでもないものが若干あったりするんですよね。で、そういう時にそういう結果が出たりもするんですけど、正しく使っていくと本当にこの差がきちっと出てきますので、でとてもお店で使っていくっていうのは最終的に重要になってきますので、その辺のお話もこの後もちょっとさせていただきたいなと思います。はい。ありがとうございます。後半の動画のそういった実際の使い方、そういったことを楽しみに、しております。またお客様もそういったサービスであったり、実際お花が持つ、そういったことはやっぱり求めているのかな。いや、本当に最近特にそう思います。ありがとうございます。でまたそういった品質保持に関連した商品の特性であったりとか、そういったお客様の実際使われる方に向けて我々サイドとしてもちょっと不勉強な部分があるので、まだ伝えきれてないのかな、そういったところもあるかなと思います。そういったものも含めて今後、今回の動画の後半、また鈴木先生に詳しく聞いていければと思います。お願いします。それでは、使わない理由で最も多かった回答。それが回転がいいので使う必要がない。という内容、こういった回答をいただきました。この点に関してはどう思われますか？そうですね。非常に、私もそう同感したいところもあるんですけども、実はここ本当に大事なところで、お花の日持ちっていうのはですね、例えば輸送、それから卸の管理ですね。それからお花屋さんのお店での、陳列時の管理とか、もちろん水揚げもそうなんですけど、こういったところが非常に重要で、例えばなんですけど、お花屋さんで3日間、水だけで陳列で飾ったお花と、それから3日間切り花用材を、お花屋さんやとかいろいろあるんですけど、それに入れて、陳列したもの。同じ、お花でも買っていったお客様の日持ちって、これすごい変わってくるんですよね。で、ただ日持ちだけじゃなくて、お花の発色とか、それから花の大きさ、それからもしかしたら花弁のそのぷくっとした感じ、こういったものがね、ずっと変わってくるんですよね。ですからこの3日間しか、例えばお店で陳列しないよっていうお店であっても、ここで使う使わないっていう差がですね、消費者の飾ったところで変わってきますので、そこをぜひ意識してみていただきたいなと思います。はい。ありがとうございます。後ほどの第2部の中で実際にそういったお花の違いだったり、こういった効果が出ています。そういったものを見ていければなと思います。そうですね。で、先ほどの回転がいいので使う必要はないといった回答の次に多かったもの、それがコストがかかる。これは人件費を含めた全体のコストということではなくて、単純に商品自体の価格、コストをかける。商品にコストをかける。こういったことのようです。これは先ほどの効果が感じられないというのもちょっと関わりあるのかなというふうに思われるんですけど。これ本当にね、とてもわかりやすくて、僕ももともとこういう切り花用材ってお店で使ってはいなかったので、それを使うきっかけの時に非常にこれ悩んだんですね。で、切り花用材って正直なところ、
結構いい値段しますよね、買うとき。ちっちゃいやつは安いですけど、大きいやつ結構いい値段します。で、その後にですね、いろいろこう品質で一生懸命こうやるようになってから、うちのお店の売り上げがですね、例えば日持ち保証販売っていうのをうちやってるんですけど、4年ぐらい経ってから、はっきりとこの売り上げに差が出てきたんです。で、お客様の反応もちゃんとこう出てきたんですね。それ考えたときに、品質をきちっとこうお店で管理して良くしていくってことは、これね、最高のサービスだなっていうふうに思うんですよね。で、チラシとかのコストをかけるお店もたくさんあると思います。決してそれはダメだっていうわけではなくて、そういうチラシのコストを切り花用とかに使うコストにちょっと変えてみる。で、これだけでもずっと安いと思うんです。チラシとかこうやるよりは。それでいてお客様ってどんどんと、なんていうのかな、口コミで、あそこのお店すごく持つよとかって言ってくれるようになってきますので、そういった意味では、この品質保持剤を使うコストっていうのは、最低限の必要な部分だと僕は思っていますので、ちょっとそういう意識改革をしていただけてもいいかなと思いますね。はい。ありがとうございます。そういったコストをかけるとか、大きなメリットとかサービスにもつなげられる。そうですね。そう思います。はい。今のお話のコストに関連して、ちょっと追加といいますか、ご質問なんですけれども、仕入れたお花、店頭に長く並んでいれば、お客様のその回転率、もちろん仕入れのコストの影響っていうのも出てくると思うんですけど、そうですね。これに関してちょっとご意見また伺えれば。はい。お花にはですね、例えば何度だと何日ぐらい日持ちするかっていうのが、ある程度のデータってあるんですね。これを、温度時間値っていう考え方で、今、だいぶこのリストができてきてるんですけど、例えば、あくまでもこれ例えばなんですけど、バラありますよね。バラが、例えば、室温が20度で、7日間楽しめますよ。それと、25度になっちゃうと4日間しか楽しめませんよ。で、こういったデータを、温度時間値っていう考え方で、いろいろなお花に当てはめていくんですけども、これ切り花用で使うとガラッと変わってくるんですよね。で、そういったところだけでも、なんていうのかな、お金をかけた分の、いい部分っていうのかな、持つ部分が出てくるとは思います。で、また、最終的にお花を飾っていただく消費者がですね、より長くこう鑑賞していただくためにも、こういう考え方をいろいろなお花に、それからいろんなお花屋さんが持っていただけるってことがとても大事だと思うんですね。で、確かにお店で、こう、長く持っちゃうと、在庫としてこう日数を伸ばすことになっちゃいますので、この考え方でいくと、冷蔵庫に長くストックしてしまったりっていうことがあるかもしれません。でもこれはまたちょっと違って、例えばうちのお店だと、後でお花見ていただくんですけど、4日しか売らないんですよ。で、なんでこれ4日しか売らないかっていうと、これってリレーフレッシュネス認証っていうのがあります。品質向上認証っていうのがあるんですけど、この認証を取得すると、4日以上、例えば5日以上売っちゃいけないっていうルールがあるんですね。ですから、そのルールにのっとってやってはいるんですけども、こういう売り方をしていくと、必然的に在庫をね、あんまり持たなくなります。で、昔はうち冷蔵庫にたくさん在庫を持ってたんですけど、今はその在庫量が適切に売り切る在庫量になってきてますので、これっていわゆる SDGs に結びついてくるのかなっていうふうに思います。で、もう一つこの SDGs の話をさせていただくと、皆さん環境の問題でいろいろこう意識高まっていると思うんですけど、これって全てがオゾン層を守るために動いてるんですね、SDGs っていうのは。で、それを考えると、オゾン層っていうのはこれ酸素で基本的にできているので、二酸化炭素ばっかりになってくると、オゾン層ってどんどん薄くなって、オゾンホールって聞いたことあると思うんですけど、あれが大きくなっちゃったりしてきます。で、それを守るために二酸化炭素を減らして酸素を作ってもらう。そのために何をするかっていうと、植物を増やすっていうのが皆さん、お聞きになってると思いますけど、これって僕らお花屋さんってすごく貢献してるんですよね。ですから、皆さん知らないうちにこの SDGs をやっていると思います。それプラス、先ほど言ったような在庫の管理を適切にして、ロスを減らしたり、あとビニール製品ですね。これをどんどん変えていくとか、こういった環境を守りながらやっていくっていうのも、これから大事かなというふうには思いますね。はい、ありがとうございます。実際そういった活動でSDGs の貢献であったりとか、フラワーロックスをなくしていく。そういう活動にもつなげられる。そうですね。はい、そう思います。ありがとうございます。では、次にどのような鮮度保持対策、お店で何をされてますか？
といったアンケート結果についてです。一番多かったのが定期的に水を入れ替える。次が花の切り戻しと湯上げ、水揚げ。そういったものになっておりました。逆に一番少なかったのが抗菌対策でした。特に今夏場、こちら、通年もなんですけれども、抗菌、防風、病気対策、こういったもの重要になってくると思うんですけども、注意点含めて伺えればと思います。そうですね。はい。夏場は本当にこの、バクテリアの発生率が高くなるので、切り花溶剤っていうのは基本的には糖が入ってるんですよね。それなので若干このお値段が高いんです。で、糖って意外と高くてですね、糖濃度が高ければ高いほど切り花溶剤も高くなるんですけど、で、夏場はこの糖が実は良くも悪くも、バクテリアの餌なので非常に難しいところなんですけど、例えば糖が入らない抗菌だけの商品っていうのも結構出ています。で、これだけを使うお店もあります、実際に。で、そうするとベントネックっていうのも起きにくくなりますので、見た目は非常にいいんですけど、お花によってはやっぱり糖がないと、ちゃんと咲いてこないものもありますので、ここのバランスが非常に難しいかなと思います。で、これはまた後ほどお話しさせていただこうと思うんですけど、抗菌だけの商品っていうのが結構出てますので、その抗菌剤だけだと、灯油よりずっとお値段も安いので、例えば量販店とか、葬儀屋さん、ああいうところはそんなに長く飾る必要もなく、ストックしておくときにね、いい状態を保ちたいんだったら、その抗菌剤だけの商品を使う。そういったものもありだと思います。で、夏場、うちの店もそうなんですけど、切り花をこれ扱っているとやっぱぬめりが出てくるんです。で、切り花溶剤使っててもこれぬめり出るときあるんですけど、この時に若干その抗菌剤だけのものをプラスするっていう手もあります。そうすると、ぬめりを抑えて、して栄養もあるので、長くきれいに飾ることができますので、そういった使い方もいいかなというふうには思っています。はい。ありがとうございます。アンケート欄の最後に、栄養剤のどのような点を知りたいかという質問を皆様にさせていただきました。その中でいただいたのが、まずメーカーごと、メーカーの商品ごとの特性を知りたいといったご意見。臼木先生は様々なメーカーさんの栄養剤、比較検証されていらっしゃるかと思うんですけれども、やはり製品によってそういった違いというものあるんでしょうか。そうなんです。これ一番聞かれる質問で、なかなかお答えにくいところあるんですけど、今日ある程度のところちょっとお話しさせていただこうかなと思います。それで、メーカーごとに得て増えてっていうのは確かにあると思います。っていうのは、そのメーカーごとにそれをカバーするように、お花ごとのものも出してますので、そこはカバーしてると考えていただいていいと思うんですよね。で、例えばですけど、差し障りのないっていう話しようと思うんですけど、とにかく値段が比較的安くてオールマイティに使えるお花屋さん用のもので言うとですね、多分富士製陶さんのキープフラワーって皆さんご存知だと思うんですけど、あれのね、希釈率が200倍っていうのなんですよ。あれがダントツ、多分コスト的にも安く、で、広く使えると。で、ただその商品だと、ちょっと糖分が足りないので、例えばバラとかに使うのはちょっと無理かなっていうふうには思います。これが一つですね。で、この200倍希釈っていうのが実は今後僕は注目していて、クリザードさんも出しました。で、その代わりちょっと容器が大きいんですけど、でもコストパフォーマンス考えると、通常皆さん使っている花屋さん用のやつは100倍希釈なので、それから考えるとめちゃめちゃ安く使えます。ですからコスト下げたい切り花溶剤も、今まで使ってない人が使うとかっていう場合は特にこういうローコストのものを使うっていうのがちょっとおすすめかなと思います。はい。で、それ以外でもいろいろありまして、例えばですけど、もうちょっとこのいいものって言ったらいいかな。糖濃度が高くなっちゃったり、もう少しいろいろなお花にパフォーマンスをはっきりと出していきたいって言った場合は、例えばですけど、パレス化学さんの花の精とか。で、花の精さんは、花ごとにいろいろ本当細かく出てるんですよね。で、お花屋さんも使うのに枝物用とかね、あれ結構いいんですよ。例えばミモザとか、ユーカリだとか、そういった枝物にちょっとお店で困ってらっしゃる方は、そういった専属のものっていうのもパレスさん結構出してますので、そういったものを使っていくっていうのも、ポイントとしてはあります。あと、そうですね、フローラナイフさん。フローラナイフさんも通常のタイプのものももちろんあるんですけど、エクスプレスクリアっていうのがあります。エクスプレスクリアっていうのがもうめちゃめちゃはっきり言って、水揚げ促進効果と
それから水を下げない効果っていうのを持ってますので、その代わり若干高いんですよ。通常のやつより多分2割高いと思います。2割高くてもそれだけの、性能的に、水揚げの時楽なので、そういったものを使っていくっていう考え方もあるので、そういう商品もあります。あと、三崎さんっていうのがありますよ。今言ったメーカーさんは今うちで扱っているメーカーなんですけど、で、三崎さんは、最初の段階から結構、糖濃度が、いいものを使っているっていう言い方した方がいいと思うんですけど、バラにはもう本当最適なんですよね。ですから、例えば、菊とかそういったものに使うんだったら、ちょっと糖濃度が高いので、若干葉に薬害出ることがありますけども、でも広くこの効果をはっきりと分かりたいんだったら、そういう三崎を使うっていうのもポイントだと思います。で、一般的な物価には、うちのお店でもそうなんですけど、例えば小物価ってあるじゃないですか。小物価に使う場合って500ml 用なので皆さん使っている小袋っていうやつは、あれだとちょっと多いので、それはキープフラワーさんが小袋用のこのちっちゃいやつあるんですよね。そういったもので、効くように本当考えられて作られてますので、そういったものを使い分けるっていうようなことをしていますね。はい。ありがとうございます。お話しできる範囲内ということで、170お答えいただいてありがとうございます。とんでもないです。東京堂としても全メーカーさん商品おすすめということでご案内しております。そうですよね。先ほどの臼木さんのお話ご参考に皆様、検証とかそういったものをぜひぜひしていただいてご検討いただければと思います。で、次の質問、一番多かったもの、花の種類ごとの。そうですね。やっぱりこれは都度その花ごとに変えた方がいいものなんでしょうか。うちの店ではもう完全に変えてます。それで水揚げの時から変えてます。で、これははっきり言いますけども、例えば糖をちゃんと欲しいお花っていうのがあります。例えばスイートピーなんかもそうなんですけど、あと一般的なバラとか、それからさっきちょっと出てきましたミモザだとか、それからアジサイだとか、いろいろありますね。で、そういったものに関しては、バラ用っていうのがあるんですよ。これ各メーカー出してます。ですから通常の切り花用材じゃなくて、ちょっと糖濃度の高いバラ用っていうものを水揚げの時から与えるとかなりいいと思います。で、当然お客様に買っていった時にお渡しする薬剤ですね。この時もそういうバラ用、実はこれ扱ってると本当にお客さんってプロフェッショナル感を持っていただけるので、それをまた持っていくっていうのも一つのありだと思います。で、もう一つ最近出た中でパレスさんが出したんですけど、ユリ用っていうのがあるんですよ。ユリ用。で、これね、うちもまだ出たばっかりなので、それほどテストしてるわけじゃないですけど、ユリ用かなりいいみたいなので、こういったお花ごとに、お店で出していくっていうのも、本当これからのお店としては、プロフェッショナル感があって、使い分けていくっていうのは僕はいいかなと思いますので、そういう使い分けしていただけるといいかなと思います。ありがとうございます。花の特徴と商品の特性、それを知ることで、花本来のそういったポテンシャルを保ったまま長持ちさせてお客様にご提供。そうすることが花のある暮らしを応援する。そういった大切なことの第一歩かなとも思います。さて、ここから第2部です。第2部は、臼木先生ご本人にフルーロン花香様、店内のご案内いただきつつ、お店での鮮度保持の取り組み、それについてお話を伺えればと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。アンケートの質問でも多かったんですけれども、キーパーの水替え、それはどういった頻度でされるものでしょうか。ですね、先ほどもちょっとお話したように、通常うちは4日売り切りなので、基本的にはその4日ごとに交換っていうのが基本になってます。で、ただ冷蔵庫の場合は1週間ぐらい多分大丈夫だと思います。この切り花用材が入った状態で低温になっているとほとんどバクテリア出ませんし、うちはバクテリアチェッカーもあるんですけど、測ってもほぼ出ませんし、そういった意味では1週間ぐらい大丈夫かなというふうに思います。で、ただ陳列のものに関しては冬はだいたい4日。だから4日でチェンジしますので、4日ですね。で、夏場は2日に1回は、これ切り花用材入っていても2日に1回は交換するようにしています。ありがとうございます。
今、季節のうんところではいただいたんですけど、やっぱり花の種類そうですね。によってもその都度変わったり、頻度も変わられるんですか？はい。ですね、どうしてもバクテリアと他に、植物って自分の樹液で白濁してくるんですよね。ですから、こういうまあ、ガーベラとかもそうなんですけど、ダリア、それからオンシジウムなんかも、若干この白濁がしてき始めると、早くても交換します。ですから、この水の状態、特にこの白濁するようなお花に関しては、ガラスの容器にあえて入れてるんですよね。そうすると、その、樹液が出てきてるのがわかりますので、バクテリア以外にその樹液の影響っていうのが大きいですから、その場合は早めに交換することはあります。はい。ありがとうございます。栄養剤はお花だけではなく、例えば榊、アイビーなど、そういったグリーンにも使った方がいいんでしょうか？はい。糖分が入ってる入ってないって結構大きくて、それで今言ったような花の咲かない枝物、それから葉物、これに関してはですね、糖分の入ってない抗菌だけでいいと思います。今ここにあるソケイとか枝物ですね、それからアイビー、こういったものには糖のない抗菌だけで十分だと思いますので、そういったものを使っていただけるといいかなと思います。で、逆に実物、枝物の中でも実物っていうのがあるんですけど、実物に関しては糖分が入ってた方が実が落ちにくくなってプリプリ状態が続くので、例えばセンリョウだとかヒペリカム、ああいったものには使っていった方がいいと思います。はい。グリーンの中でもクレマチスとか、そういったつる性の植物、はい、その特性から水揚げ難しいっていうお話を伺うんですけども。はい。はい。で、グリーンといっても、今言ったクレマチスはこういうお花が咲くものもありまして、葉物だけのクレマチスの場合は、先ほどと同じ糖分のいらない抗菌剤だけのものでやっていいと思います。で、簡単に説明しますと、アイビーってこういう通じ性のものって本当水上がりしにくいんですけど、ちょっとあえて出しますけど、見えるかな？で、こういうふうにうちは長いグラスに全部水入れるんですよ。そこに切り戻して、それから水揚げ促進剤をクイックディープなんかをちょっと使って、それで水までビッと入れます。で、その時に使う水は抗菌剤を使います。それで、水がしっかり上がると、ここのね、葉っぱの上の方がもうパリパリになります。こうなった段階で、この水をずーっと下まで抜いて、抗菌剤なんでここまで減らしちゃいます。で、この花瓶の、長い花瓶のまんまやると、湿度も保つので、アイビーがね、本当にこう、バッチリ水が上がった状態で使えますので、この方法がいいと思います。で、これは他のつる性の植物にも代用できますので、抗菌剤だけをうまく使って、糖分の入ってないやつ、これを使ってやるといいと思います。あと、この花のついているようなクレマチスの場合、これも水揚げが結構難しいって言いますけど、これバッチリ上がってるでしょ。これどうやって揚げてるかっていうと、下のここの鉄線って言われるだけ、ここね、鉄のように硬いんですよ。で、ここのところを切り戻しをした後に表皮を若干ナイフで剥ぎます。で、その後にこれ軽く叩いてね、繊維質をほぐすんですよ。ここほぐれてるのちょっと、後でアップの図があると分かりやすいかもしれない。ほぐれてます。で、これを、切り花溶剤の入ったものに入れて、水揚げをすると。そうするとですね、本当にパリッパリになって上がりますので、こういうやり方するとよろしいかなと思います。はい。ありがとうございます。先ほどの第1部の中でありました品質管理認証、はい、そこの詳細ちょっと伺ってもよろしいでしょうか？はい。品質管理認証っていうのは、実は3部門ありまして、一つは生産用、それからもう一つは流通、市場とかですね。それともう一つが小売店用、この3つがあります。今僕このバッジつけてるんですけど、これがその品質管理認証のバッジになります。我々はリレーフレッシュネス認証って言ってます。で、これを取得している産地さんもありまして、で、例えばうちで言うと、これが今、バラがそうなんですけど、ちょっと見にくいかもしれない。後で画像をちょっと大きくしてお見せしますけども、これは JA ひまわりさん取得している産地なので、この緑色が生産者のマークなんですよ。これ取得している産地。で、これを取得している産地っていうのは、バクテリアのチェックだとか、それから前処理剤、これをきちっとやってますよっていう証拠なんですね。ですから、生産後のそのポストハーベストっていうんですけど、生産された後の管理を、きちっと品質管理をしているっていう証拠になります。で、我々花店はどういう管理なのかっていうと、まず一つは切り花栄養剤を全部に使っています。それから先ほど言ったように、4日しか売ってはいけない、5日以上売ってはいけないっていうルールがあります。で、その他にもですね、バクテリアチェックをされたり、
いろいろな温度管理もあるんですけど、たくさんの項目の中から、75点以上クリアすると、この認証を取ることができます。で、この取ってるお花屋さんも確かに多いんですけど、このお店に関しては、やはり、大量のお花もそんな長く置いてないんで、お客様のところに行ってからの気持ちがすごく良かったり、で、当然栄養剤使ってますから気持ちがいいと。そういったところが、この認証のポイントになってくると思います。はい。ありがとうございます。ここから第3部です。先生、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。まず、はじめになんですが、コロナ禍の今、家にいる時間が増え、少しでも自宅時間、彩るために、お花のホームユース、需要が本当に増えてきました。お客様は当然、お花長く綺麗であってほしい、と思っているかと思われます。そのため、今回のテーマである、鮮度保持剤、栄養剤、お花のケア、そういったもの、今後も重要になってくるかなと思います。はい、そうした中で皆様が気になったテーマに関連した疑問、質問、それをいただいたアンケートの中からいくつかさせていただければと思います。はい、まず一つ目で、お花購入されたとき、花束作ったりするとき、切り口の部分に濡れたステムティッシュで保護することがあるかと思うんですけど、ありますね。そこの水にも栄養剤は含ませた方がいいものなんでしょうか。はい。基本的にステムティッシュっていうのは、うちでももちろん使ってますけど、そんなに保水時間って長くないんですよね。で、先ほどからお話しているように、店頭でもし切り花溶剤使っていればなおさらなんですけど、ほとんどこれに染み込ませてもあんまり意味がないというか必要ないと僕は思っています。で、逆に、1日とか、例えばうちのお店だともう5、6時間以上長いような場合は、ステムティッシュは使わずに、いわゆるエコゼリーですね。で、エコゼリーにも、こういうペットボトルタイプとか、こういう袋のタイプがあると思います。で、こちらを、使っています。で、さらに、バラとかを入っている場合は、これだけでももちろん使えるんですけど、糖入りのがあるんですよ。これ意外と知られてない。で、エコゼリーってこの糖入りのものと糖の入ってないものがあるんですね。で、本当に短時間であれば、もうこちらで十分です。で、逆に、例えばカップに入れて、今スタンディングブーケとか使ってらっしゃる方多いと思うんですけど、その場合はもう断然こっちをおすすめなんですよ。で、バラとかアジサイとか使ってるんだったら、この糖入ってる方が、ダリアもそうですけど、非常に持ちもいいし、お花の状態も良くなるので、この糖入り。うちはこの2つを使い分けてるような感じになりますね。で、またさらにこのペットボトルタイプを使う場合は、もう本当のこういう、ステムのサイズに合わせて、ビニール袋5つぐらいの種類があるんですけど、それにこれを入れて、それで使っています。で、そうすると、持ち帰りだけの保水だったら少なくていいですし、長く使う場合はちょっと多めに入れるとか、調整できますので、この袋を全部買うと大変なので、こういったものでやるっていう手もあると思います。はい。ありがとうございます。はい。では、次、2つ目の質問なんですけれども、ディスプレイとか装飾とか、そういった関連の方々よりも、成果作った意気込みの現場では、給水フォーム使うケースがあるかなと思うんですけど、そこの給水フォームにも含ませる水として、鮮度保持剤、栄養剤、使った方がいいんでしょうか。そうですね。で、これはね、注意点がちょっとあって、こちらもですね、どのくらい長く、飾るかっていうことにも関連してきます。ですけども、基本的にフォームっていうのは、フェノル樹脂でできているのがほぼほぼですね。今、ウレタン樹脂でできているのも一つだけありますけど、オアシスさんのカラーオアシスだけ。あれウレタンですけど、あとは全部フェノールです。で、フェノールのものっていうのは基本酸性なんですよ。そうすると、バクテリアが発生しにくい。酸性ってバクテリアって生きにくいので、特にこのフォームは大体 pH3 より低いので、バクテリアほとんど発生しにくいですね。で、もう一つはその糖分。これを与えた方がいいのかどうかっていうのがあって、長く飾るなら当然切り花溶剤をあげた方がいいです。で、その場合なんですけど、ちょっと注意点があって、糖分が入ってますから、カビが発生しやすくなるんですよ。で、切り花溶剤を与えるときに、このスポンジの上からブワーッとかけてしまうと、これ自体はカビないんですけど、茎が刺さってると、その茎のところにカビが発生するんですね。ですから、水をあげるときはここに、このウォータースペースっていうのを必ずつけることになってるんですね。これないと、水が下に
行きにくくなりますので、ウォータースペースを必ず上げてると思います。で、その時にこの周りから、上げる。で、下からこう吸わしていくとカビが発生しにくいので、上からドバッと糖分を与えるよりは、下から与えていった方がいいというようなところを気をつけていただければ、アレンジとかには当然切り花溶剤を使っていくといいと思います。はい。ありがとうございます。はい。続いての質問で、ブライダルのお客様から、ブライダルに使われるブーケホルダー、はい、これにも栄養剤使った方がいいんですか、はい、っていう質問もありました。はい。これも考え方なんですけど、ブーケって、昔のに比べると今はブライディネット使うから日持ちするようになったんですけど、大抵の場合はそう長くは飾らないかなと。それを考えると、あえて使う必要はないんですけども、それでも少しでも長く飾りたい場合は、もう染み込ますときに、切り花溶剤に染み込ませて使うっていうのはありだと思います。で、さっき言ったようにですね、後から与えると、ウォータースペースないんですよ。ブライダルベアの場合。下のホルダーのとこ抜いて、下から吸わせるんだったらいいんですけど、テーピングしてますからね。で、その場合は僕は必要ないかなというふうに思います。はい。ありがとうございます。はい。また、最近ではだいぶ落ち着いてきまして、コロナ禍の新しいライフスタイルみたいなのも定着してきたかなと思いまして、それに伴っていろんなイベントも再開したりとか、新しく始まったりとか、そういった中で、イベントの関連、ブライダルのお客様の中から、ブライダルの需要もちょっとずつ戻ってきて、そういったお話も今いただいておりまして、そういったブライダルのお客様から、挙式の前日に集中してしまうブーケの、鮮度保持の、工夫であったりとか、で挙式後に、そういったブーケ、お花長く楽しんでもらえる、そういったアドバイスみたいなのは何かありますか？そうですね。比較的ですね、昔はなかなか難しかった素材として、例えばカラーだとかダリアだとかいろいろなものがあったんですけど、最近は結構いいものが出てきて、前よりも早めに仕事ができて、で、逆を返すと、後ろを伸ばすことができる。それにおすすめの商品っていうのが、やっぱりフィニッシングタッチとか、ブライダルベール、BA プラスっていうやつとか、あとミラクルミストっていう商品があります。吹きかけるタイプですね。うちはこのフィニッシングタッチを使ってるんですけど、これを吹きかけると、これ基本的に、各成分は各メーカーごとにいろいろ違うんですけど、大まかなものはホルモン系のものが入ってるっぽいんです。で、そのホルモン系のものっていうのは細胞分裂を活性化させて、吸い上げを良くするんですね。ですから、切り花溶剤の吸い上げが良くなったり、水の吸い上げが良くなって、それで、日持ちがすごくしやすくなる。で、逆にさっき廃液の話をしたと思うんですけど、廃液出にくくなるんですよね。それなのでダリアとかが持つっていうのを僕いっぱい実験してて分かってきたんですけど、だからこういうね、BA 系の入った商品、BA っていうのはベンジルアデニンっていうんですけど、いわゆるホルモンの一つなんですね。こういったものが入ってるんじゃないかなって僕が勝手に思ってるんですけど、こういった商品を使うことによって、日持ちがとても伸びます。で、ただしこれ注意点があって、3回以上使ってもあまり意味がない。ですから、せめて2回。つまり、水揚げの時に1回。それから、お店で売る時、もしくはお客さんに渡す時に1回。で、それ以上やっても無駄なので、あんまり効果は変わらないんですよね、3回以上やっても。ですから、2回までにしていただくといいかなと。コスト的にも。以上です。ありがとうございます。今のようにちょっと実際にいろいろとご紹介いただきまして。実際分かりやすい部分も非常にあったかなと。そうですか。ありがとうございます。先ほどの第2部の中でありました、夏季日持ち品質管理認証、そこの詳細をちょっとまたお伺いしてもいいでしょうか。ですね、これが実はその認証そのものなんですよね。ここに書かれているように、この赤マークが、小売店の認証になります。で、この認証はですね、定期的に審査員がお店に来るんですよ。それで、ちゃんとやってるかどうか確認されます。で、その時にルミノメーターっていうバクテリアチェッカーを持ってきて、抜き打ちで、お店のこのバケツに、やってるバクテリアいないかどうかの確認をしたり、で、切り花溶剤を使ってるか、あとクレームが入った場合、必ず書かなきゃいけないんですよ。で、そういういろいろな項目をちゃんとクリアしてるかどうかの確認をされます。で、ただ、それだけ厳しくやってるので、いわゆる安心なんですよ。で、先ほどちょっとうちのプライスを、見ていただいたと思うんですけど、で、4日ってなんでわかるんだと。で、うちのお店のプライスカードにはここのところに数字が書いてるんです。で、ここ27って書いてると思いますけど、ここで27日、
に入荷しましたよっていうのがここで分かるようになってます。ですからお客様も店員もいつのものかっていうのがちゃんと目視できるようになってるんですね。そこで確実に、古いお花じゃないかっていうことが分かるようになってます。安心できます。で、古い花どうするんだって話なんですけど、この認証では、例えば葬儀だとか、開店のお花だとか、そういったものは取り決めしてないので、そういったところに逆に咲いてないといけないので、そういったところに使うようにしたりしてます。なるほど。はい。そんな感じです。ありがとうございます。本日お話しいただきました内容、本当に参考になりました。とんでもないです。ありがとうございます。またこの内容なんですけども、書籍に含まれているということです。そうですね。紹介だけありがとうございます。ありがとうございます。はい。2冊目なんですけど、増補版ということで、何年か前に新しくなりました。で、さらに品目を増やしまして、で、こちらの本を見れば、今日、糖分の話とか、で、あと今日は話してないですけど、エチレンの話とか、で、植物ってエチレンの影響を受ける受けないっていうのがあったり、糖が多く必要とか、そうでもないとか、いろいろあると思います。で、品目ごとにね、実はこれ書いてます。それからさらに、切り花溶剤の各メーカーさんのインタビューも実はあるんですよ。ですから僕がちょっとお話ししにくいところも、それぞれのメーカーさんが直々に、インタビューに答えてくれてますので、その辺もですね、この書籍を見ていただくと良いかなと思います。ぜひ、手に取ってお買い求めください。東京動産で売ってます。ありがとうございます。で、あとですね、最近僕がお手伝いさせていただいた本がありまして、これは小川典子さんって方が出している本なんですけど、花と器の素敵な合わせ方。これはいろいろなグラス、東京動産でも販売してると思うんですけど、そちらに合わせたお花の生け方をすごくおしゃれに紹介してくれてる雑誌なんですね。雑誌というか本になります。で、これ月刊フロリストにずっと連載してたところから抜粋してるところもあって、で、私の方でその日持ちのさせ方とかをちょっとお手伝いで書かせていただいてますんで、ぜひこちらもですね、手に取って見ていただければと思います。で、さらに、またこちらも僕もお手伝いさせてもらってる本があって、これも最近出たんです。これとこれはもう最近出たばっかりです。で、こちらがお花屋さんの仕事の基本の木。これはね、もう何冊か出てます。で、これが最新版になります。で、これも、これからお花屋さんをやろうとしている方とか、興味ある方、それからスクールとかやってる方もすごくためになると思うので、いろいろな、お花の業界、仕入れから、水揚げの話とか、販売のこと、で、マーケティングのことも、いろんなこと書いてますので、ここでも僕のね、切り花の水揚げの仕方とかもちょろっと書いてますので、ぜひこちらもですね、手に取っていただければと思います。こちらも購入できると思います。よろしくお願いします。すいません。以上3冊です。はい、3冊です。皆様、長時間の動画の視聴、誠にありがとうございます。今回の動画の視聴、これをきっかけにしていただいて、皆様にも鮮度保持剤、栄養剤の有用性、知っていただき、お花の日持ちに関して関心を深めるきっかけの一つになればなと、我々も大変嬉しく思います。お花の日持ちの向上でお客様に喜んでいただき、サービス向上、お花屋さんの売り上げも向上、さらにお花というものがどんどん広がっていく花のある暮らし。これは皆様ぜひぜひ広めていただいて、こういった活動を増やしていただいて、そのお手伝いの一つとして東京ドームもぜひぜひできていければと思います。またこうした活動は今後も東京ドームとしてどんどん推進してまいりますので、皆様よろしくお願いいたします。お願いします。先生も本日長いお時間ありがとうございます。山内さんありがとうございました。最後に先生からも何かそうですね。お花って今日もちょっと環境の話とかもしましたけど、飾ることによってこの環境を良くしていくっていうものも一つありますし、で生産者が丹精込めて作ってくれたものなので、少しでもやっぱり長くね、お客様に飾っていただきたい。そのためには水だけよりも、いろいろなこういったものが出てますので、少し取っかかりになっていろんなものを使っていただいて、今より確実にね良くなると思いますので、ぜひご利用いただければと思います。はい。ありがとうございます。はい。では皆様ありがとうございます。